今日は、炎天水差しってやつをやろうかと思います。炎天水差しって名前はついてますけど、差し切りですよね。で、よくやるのがこの図書。なんか差し切りできそうなのこれしかなかったんですけど、図書の炎天水差しっていうのを真夏に、ガンガン直射日光を当てて差し木するっていう方法があるみたいです。この図書だけじゃなくて、他にも水差しできるやつあるみたいで、あと魚流ですね。魚流も、発根はもともといいですけど、水差しで、ガンガンつきます。発根いいって言っても、時期が悪かったら、全然つかなくて、ついてた葉っぱ全部黄色くなって落としちゃったとかあるんですけど、この時期やって炎天水差しで結構よくつきます。あとは柳類。ちょっともうほとんど刈り込んじゃったんですけど、この猫柳とか、六角堂柳って言われるやつ。もうこれもね、これらももともと発根はいいんですが、この時期もできるよっていうことだと思います。この前、ボンスキー所で盆栽大野さんのところに行った時に、花芽ができる夏頃、夏以降に挿し木、いいところで挿し木して、小さく鑑賞できる樹種も結構あるみたいですね。菊もそうだそうです。これもね、これ刈り込んだからどやんかなと思ったけど、ちょっと流れつけたいから、このちょっと強いこっち側のやつとか挿し木しようと思ってたんですよ。だからこれもついでに挿し木。で、図書も挿し木。で、ついでにこのまたここにある、伸びてる心拍。相関で作ろうかなと思ってるやつも、ここ伸びてるやつ、挿し木して、炎天水差しってやつやっちゃおうかなと。水差しって言っても、なんていうか、水に直接刺すわけじゃなくて、腰水っていうのがポイントだと思うんですよね。はい。乾燥しやすい時期ですから、腰水管理で、もうお水たっぷりで挿し木するっていう方法が一つあるということですかね。挿し方をね、取っていこう。暑い。暑いよね。暑いけど頑張ろう。よしよし。いらない枝切り込んでいきます。ほい。ほい。とりあえず適当にね。枝分かれんところとか、そういうところを目安にバシバシ切っちゃって。うわ、めっちゃ雲出てきた。それで走らせたい、太らせたいところは、そのままでも伸ばして目をさえしといてもいいと思いますけど、いらないのところはどんどん切り込んで小枝を出させた方が良さそうですね。これもでも全然わからんけど、一応こういう流れがあって、いらないのはバツバツ切っていってしまおうかな。これちょっと太めの枝切っちゃいます。ここまで切ろう。よし。こんなんなりました。ちょっと押さえて、後ろに振ってってして、このくらいのサイズでミニの図書を作りたいんですよね。これは OK。ということで、たくさん差し穂取れましたんで、ここら辺の調整をしたいと思います。古枝も刺せちゃうので、このまま刺しちゃいますが、ちょっとね、葉っぱ、なんか、この辺の部分の葉っぱは取っておいた方が刺しやすいし、少し葉量も減らした方がしおれにくいと思います。で、全くのこういう新梢も刺せちゃいますんで、これも同様に、この部分だけカットして、やって刺していくと。心拍もこの伸びてるやつをこう刃元のところ、どの辺まで使うかなってもありますけど、適当に切って刺していきます。こういうのは本当に発根しやすいですね。元気あるから。で、この木も、心拍も少し足元刺す部分のとこ、葉っぱを買っておきます。あんまり葉っぱの量が多かったら上の方も少し透かしした方がしおりにくいと思います。ただ、炎天水差しすると腰水管理なので結構ね、湿度は保たれると思うんですよね。その辺失敗しにくい、わけの一つなんかなと思うんですけど、割と出ます。挿し木失敗しやすい人も真夏に刺してみたらいいかもしれません。こうやって刺しを作りながら元の親木の手入れもやっていく。抜かりなくやっていきます。はい。今、ゴロ土と基本の植え土を入れまして、その上に
細かい、ふるいにかけたけど、めっちゃみじんまってますけど、化粧土を敷きます。本当に薄くでいいと思います。これは乾きを遅くするのと、差し穂が動きにくくするのにも役立っていると思います。ただちょっと一旦水やってみじんを落としてきます。水ありますので、ここに適当に薄めて、これは随所の挿し木の時に習ってきたんですが、そうすると水が上がってきますので、このゆるゆるした状態で図書をどんどん刺していく。これだと、あんまり抵抗がなく刺せるので、切り口も潰れることなく刺さるそうです。これで一気に持ち上げます。ほい。これで炎天下で管理します。これ心拍はもう先に曲げてしまいます。曲げない方が多分負担もないと思うんですが、早いうちに多少のねじりというか、加えといた方が後々の静止の時に全然違いますので、本当に軽くやるぐらいでいいと思いますが、少しねじります。ねじって。で、こんなもんですね。このくらいにして挿し木しています。これは後々ばらすのが面倒なので、一個一個ポットで挿し木します。今回は、図書、それと心拍、それと猫柳、それと試しに五葉松、それとこの前剪定したソナレも一緒に炎天水差しというのをやってみました。こんな感じでトレーに水をジャブジャブ入れて、さんさんの炎天下で管理するという方法をとっています。炎天下で置いとくと、この水、かなり熱々お湯になるんですけど、そういうのもお構いなしで、夏の間はこのまま遮光なしで管理していきます。干し水から上げるタイミングは、だいたい夏の間はこのままでいいと思うんですけれども、目安としては、差し穂が枯れてないですとか、新芽がまた動いてきてるなっていうのが確認できたら、徐々に通常管理していっていいと思います。夏の挿し木、炎天水差し、炎天腰水差しは高温と高湿度で管理するので、もともと発根しやすいものはもちろん、本来発根しづらいものももしかしたら、成績がいいかもしれないなと思っています。この五葉松なんか、要チェックですね。今日はそんなところです。